紫式部と道長に光る君へに学ぶ日本史。二人の関係はその後どうなったのか。紫式部が藤原道長の愛人であったのかどうかは現在でも研究者の間で意見が分かれている。普通の男女ならそれでもいいのだが、歴史に影響を与え名を残した二人だけに興味は尽きない。紫式部と道長がその後どうなったのかを詳しく見ていこう。紫式部と道長は幼い頃から家は近所同士で、一説には親戚同士であったとも言われている。ドラマでは二人は互いに愛し合ったことになっているが、互いに特別な才能を持つ者同士が惹かれ合うことは十分にあり得る話である。紫式部はその後、道長と別れ、頭領の父為時と一緒に認知国の越前へ赴いている。彼女のもとへは親子ほども年の離れた藤原信孝から再三にわたって恋文が届いた。紫式部にどのような心の変化があったのかはわからないが、彼女はやがて単身京へ戻り、信孝と結婚している。二人には娘も生まれて幸せな結婚生活であったが、信孝はわずか結婚して3年ほどでこの世を去る。彼女は夫の死をきっかけに人生の無常や物の哀れを感じて源氏物語を書き始めたと言われている。紫式部が友人にだけ見せていた源氏物語が話題となり、やがて宮中にまで噂が広まる。噂を聞きつけた道長は紫式部を明子の女房にと誘うのである。実際に紫式部に声をかけたのは道長の姉明子皇太后であったと言われている。紫式部は再び道長と再会するのだが、さて彼女が道長と関係があったかどうかについては現在でも学者の間で様々に言い争われている。例えば歴史学者の角田文英氏は紫式部は道長の最小愛人だとしている。その上で角田氏は紫式部を新王子につける腹心の女官にしようと道長が考えたとするのは極めて自然な推測だとしている。また道長には源智子と明子という二人の正式な妻がいた。そして彼が最小としたのは藤原為光の四女と五女、源重光の娘、大納言と呼ばれた女性の4人である。その共通点は道長の一家と血縁的に近く未亡人、そして道長の娘か王子に仕えている女官で中年女性だという点である。そしてこの条件にピタリと当てはまるのが紫式部であるとしている。しかも文学的才能があふれた才女である彼女を道長が見過ごすはずはないという。道長と紫式部は互いに好意を寄せたのであり、二人は男女関係にあったと角田氏は考察している。確かに紫式部日記を読み解くと、式部は道長をお姿のなんと立派なこと、素晴らしいなどと記していて、嫌悪感を全く持っていない。また作家の瀬戸内寂聴氏は道長がほとほとと戸を叩いて呼ばいに来たと直接的な表現をしている。
寂聴氏はほとほとと戸を叩いて夜ばいに来たら断ったなんて日記に書いてあるけど、2回目か3回目には入れてますよね、とも対談で述べている。さらに寂聴氏は今をときめく権力者の道長が深夜に戸を必死で叩く光景に紫式部を少し微笑みながらまんざらでもなかったと思われると語っている。当時は女性はつつましやかさが求められ、間違っても男性と夜を共にしたなどとは言えない時代であった。また当時は我々が想像できないほどの格差社会である。上流貴族の道長と中流貴族の紫式部とでは超えることのできない身分差が存在した。道長と無事に結ばれ、単なる妾になったとしても、それだけでは幸せにはなれないと紫式部は考えたに違いない。そのため彼女は愛する道長の娘を教育して一人前の中宮に育て上げる道を選んだのではないだろうか。では紫式部はなぜ道長という人間にそれほど惹かれたのであろうか。そして道長は金家の五男という立場でありながら、なぜ最高権力者となることができたのだろうか。道長の長兄道隆は賢明な上にいわゆるイケメンで、到底道長などの叶う相手ではなかった。道隆は一条天皇の中宮貞子の父で、その貞子には聖少納言が仕えていた。彼女は枕草子で道隆のことを実に貫禄たっぷりで綺麗でご立派と褒めている。また後に赤染右衛門が書いたとされる映画物語でも道隆はご容姿も性格もとても優美で、ご気性は実にご立派と賛美されている。つまり容姿や貫禄、資質などにおいては道長よりも道隆が数段優れていた。では道長は道隆と道兼が続けて死んだために偶然後継ぎとなった単にラッキーなご男坊という男だったのだろうか。映画物語には道長が女性に対する気遣いが人並み優れていたと書かれている。道隆は頭脳階級の娘高階の高子を妻として高階家の人々を重用した。しかしあまりに身内を優遇する道隆のやり方に皆が不満を持ったという。一方の道長は左大臣源正信が大事にしていた娘智子を妻にする。父の左大臣は若造でご男坊の道長を婿にすることには反対していた。しかし母の息子が時々物見などで道長を見るが、ただものではない、私に任せなさい、悪いようにはなりませんよと縁談を推し進めたのである。また故源高明の末娘の明子を道隆と道兼も嫁に欲しいと争った。しかし後見役の明子皇太后は道長は明子好きの女房も十分に馴染みになって明子とむつまじくなったのでと道長だけには許している。映画物語はこの二人の源氏の高貴な妻を持ったことが道長が出世する道を開いたとしている。
道長は自分の妻や妾たちや家内の女性たちにも分け隔てなく接したという。そのため道長は年配の人の見る目が確かな女性たちから信頼を得ることができたのである。紫式部も常日頃の道長のそんなところに惹かれたのかもしれない。それはともかく晶子が入内した時はまだ12、13歳の子供で、対する中宮貞子は一条天皇の寵愛を一身に集める大人の女性であった。道長にとってはこのままでは永久に晶子のもとに一条天皇の関心を引きつけることはできないという絶体絶命のピンチであった。そんな道長の状況を知った紫式部は道長からの要請を受ける決意をしたのではないだろうか。紫式部が宮中へ出仕した時期は明確ではない。現在でも作家と言われる方にフリーランスが多いのは制約されずに自由に創作活動ができるからである。自由な創作活動をしていた紫式部が窮屈な宮中生活に入ろうとするにはよほどの動機が必要である。また源氏物語は紫式部が道長などの王朝貴族を批判した反体制文学だとする学説もある。しかし紫式部が道長に対して好意を持っていなければ宮中へ上がって応援などしないはずである。そして紫式部は一条天皇を晶子のサロンへ引きつけるために源氏物語を執筆する。彼女はその傍らで晶子を教養のある魅力的な女性へと育てていくのである。そして晶子が一条天皇の王子2人を産むことで見事に道長の期待に応えている。この過程を見れば紫式部の道長への愛は生涯続いたことが想像される。1000年以上前の男女がどのような関係であったかを今更我々は知る由もない。しかし源氏物語を読みながらさまざまなことを想像するのもまた楽しいものである。